はいどうも皆さんこんにちは。今回は明暦の大火についてお話ししていきます。明暦の大火というのは俗に振袖火事とも呼ばれる大火事で、4代将軍家綱の頃に起こった都市災害です。この大火事により江戸の町は焼き尽くされ、復興を遂げた江戸の町は現在の東京の町割に近づいていきます。それでは早速明暦の大火について確認していきましょう。おそらく視聴者の方々の中には、なぜこの火事が起きたのかという疑問をお持ちの方が多いでしょう。明暦の大火の原因に関しては様々な説がありますが、どれも確実と言えるものではありません。ということで、後世に面白おかしく作られた伝説ではありますが、最も有名な振袖火事の伝説をここではご紹介します。この頃の江戸にある娘が住んでいました。娘は死んでしまったので、彼女の振袖が本明寺というお寺に納められたのですが、お寺はこれを古着屋に売ってしまいました。これをまた別の娘が購入して着ていたのですが、この娘も死んでしまったので、再び振袖は本明寺へと納められました。また同じように振袖は古着屋に売られたのですが、次にこの振袖を着た娘も死んでしまったので、さすがにおかしいと感じた人々は3人の娘について調べていきます。すると3人の娘が死んだのは1年おきの同じ月同じ日で、共に17歳だったのです。これを聞いて怖くなった本明寺は、曰く付きの振袖を燃やしたところ、風に煽られて振袖が舞い上がりました。この振袖の炎が江戸中を焼き尽くしていくのです。この日は明暦3年正月18日、北西からの風が強く吹いている日でした。長いこと雨が降らず、江戸の邸宅は乾燥していたと言われます。先ほどお話しした本明寺はここ現代でいうところの文京区本郷にありました。ここから出火した火は北西からの強風に煽られて、瞬く間に湯島神田一帯を燃やしていきます。その後も延焼を続け、日本橋、八丁堀、霊岸島、佃島、さらには隅田川を越えて深川へと燃え広がりました。日が沈んで翌日19日になると、小石川伝通院近くの新高城町から出火。水戸藩下屋敷を焼いた火はついに外堀を越えてしまい、とうとう江戸城も燃えてしまいます。当時あった天守閣はこの明暦の大火で炎に包まれてしまい、本丸と二の丸も炎上してしまいました。将軍の家綱はかろうじて延焼を免れていた西の丸へと避難して生き延びています。しかしこれだけでは終わりません。さらに麹町からも火が上がり、赤坂から日比谷、芝方面に燃え広がりました。こうしてたった2日間で江戸の中心部のほとんどが焼き尽くされてしまったのです。この大火事によって江戸にあった半分以上の大名屋敷、町人の居住地などが焼けてしまいました。これだけ広範囲が燃えたので、もちろん多くの人が亡くなっています。死者は3万7千人とも10万人とも言われており、その被害は甚大だったことがわかります。堀や川には無数の死体が浮かんで平地となり、身元のわからない死体が町中に溢れていました。星名正幸はそのような状況を見て遺体の処理に取り掛かります。こうして身元不明の遺体を処理するため、現在の両国に巨大な穴を掘って埋葬しました。これが現在も両国にある回向院です。境内には明暦の大火の供養塔が建てられており、その後も天災などで身元不明の遺体が出た場合は、この回向院に葬られることになりました。さて、こうして江戸の町は一から作り直すことになりました。幕府は江戸の復興と改造に取り掛かったのです。一度焼けてしまったので復興ということはわかると思います。では改造というのはどういうことかというと、火事が起きても燃え広がりにくい都市、つまり防火都市へと江戸の町は姿を変えていったのです。これまで徳川御三家の上屋敷は江戸城内に位置していたのですが、これらの屋敷があったせいで江戸城に延焼したと判断されて、これらは城の外に建てられます。尾張上屋敷は市ヶ谷、現在の防衛省がある位置。水戸上屋敷は小石川、現在の小石川後楽園がある位置。紀伊上屋敷は赤坂にそれぞれ移動しました。その跡地は延焼を防ぐための空き地となっており、現在は皇居の敷地内となっています。また
先ほども言った通り、江戸城の天守閣は焼けてしまいました。しかし、ここで江戸城の天守閣を再建するとなると、大名たちに重い負担を強いることになります。もし負担を強いるとなると、不満を持つ大名が現れて、幕府に反発することが予想されました。こうして幕府は江戸城の天守を再建しないことに決めたのです。また、この機会に屋敷の配置換えや道の引き直しなどが行われています。日よけ地という空き地を作って火が燃え広がるのを防ごうとしたり、広小路という名前の幅の広い道を作って、道の片方が燃えた時にももう片方に火が移らないように工夫したりしました。また、幕府は定火消し、現代でいうところの消防署を設置するなどして、明暦の大火の教訓を生かしていくのです。また、この時に架けられた有名な橋があります。両国橋です。明暦の大火が起こった時には、この橋はかかっていませんでしたので、向こう岸に渡れずに死んだ人がたくさんいました。ということで幕府は、もしも明暦の大火の際に橋があれば、多くの人が助かったであろうという教訓から橋を架けたのです。武蔵の国と下総の国、2つの国をつなぐので両国橋と呼ばれるようになり、これ以降隅田川の東側が発展していきます。こうして両国周辺は目覚ましい発展を遂げていったのです。さて、いかがだったでしょうか。明暦の大火以後の江戸の復興は都市改造という面も持っており、火事に強い江戸を実現するために様々な工夫が凝らされました。この時の町割りは江戸の基盤となっており、現代でも東京を歩いているとその影響を確認できます。さて、次の動画では徳川綱吉と生類憐れみの例についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。